全く手をつけていなかった屋根裏。2022年12月から計画は始まった。古民家の部屋を抜けて奥へずっと進んでいくと見えてくる一つの階段。その先にはあまり動画には出てこなかった薄暗い屋根裏がある。近づくのも億劫でずっと避けていた場所。しかしこのスペースを何か活用したい。そこで思ったのが DIY すれば住めるのではないだろうか。そうして始まったある計画というのが屋根裏の秘密基地計画。まず最初の作業は壁壊し。壊す理由としては3つあります。この部分が土壁である理由がない。そして土壁だと断熱材を入れられない。土壁の土を使って補修したいところがあったから。この壁ですね、意外としっかりしていて壊すのが大変でした。根気のいる作業になりそうな予感がこの時はもうすでにしていました。このようにハンマーで叩いてもなかなか壊れない。築150年だけあって丈夫に作られているんだなぁとすごく感心しました。壁を壊すというのはなかなかできない体験。だんだん気持ちよくなってきました。ストレス発散には最高ですね。壊した土壁は再利用のために集めます。理由は最初にも言った通り、修復のために使いたいから。エッサホイサと階段を上り下りして運んでいきます。運動不足の僕にはすごく響いたぜ。土壁を再利用するためには水を混ぜて練らないといけないとのこと。この日の気温は4度。足の感覚がなくなりました。土壁はしばらくの間乾燥させないといけないので、その間に塗装を進めます。この時点で白の漆喰を塗る予定だったので、かっこよく締まるように柱は黒で塗りました。そして壊した壁のところには石膏ボードを取り付けていきます。柱がまっすぐじゃないのでカットしてもはまらないこともしばしば。当てては違う、当てては違う、これを繰り返して何回もやり直ししてました。この作業も繰り返しやってるうちにだんだん慣れて作業もスムーズに。この日は一面にボードを貼り作業も終了。1週間後、寝かせてた土壁と久々のご対面。ドロドロになっていてなかなかいい感じになっていました。再利用したかった理由は壁の補修をするため。コテを使って塗る作業は初めてでしたが、これがまた難しいんです。 YouTube で勉強したつもりだったんですが、やってみると全然違う。思ったようにいかなくてめちゃくちゃ苦戦しました。作業を進めること約3時間。壁に対する作業はほとんど終わり、漆喰を塗る準備がついに整いました。動画では伝わらないんですが、今の状態だと天井からの隙間風がすごく寒い。現在の室温はなんと5度。これは凍え死ぬ。ということで天井には断熱材を貼ります。断熱材は夏の天井から来る熱波対策としても入れています。断熱材を貼ると暖かくなった気もしますが、多分それは気のせい。引き続き石膏ボードを天井に貼っていきます。石膏ボードを貼り終わったら次に待っている作業はパテ塗り。大工さんがやっているあれです。一度やってみたいと思ってたんですよね。パテを塗る準備をして、人の動画を参考にパテを作ってみました。
初めての作業ということもあり、他の人の動画を参考に見よう見まねでやってます。そのままの勢いで天井に塗ってみました。見た動画では綺麗に塗れていたのに何か違う。パテ塗りってこんなに難しいものなの？と気づいた瞬間でした。ずっと上を見ながら手を上げっぱなしで疲れてきました。天井作業ってきちい。パテを塗り終わったら天井を白色に塗装。まだまだ手は下げさせてもらえません。上腕部分はもうパンパンです。そして塗り終わった後がこちら。天井が白くなっただけで部屋が明るくなったような気がします。壁、天井と作業が終わり、残すは床。この床も風情がありかっこよかったので再利用したかったのですが、汚れがひどかった。泣く泣く剥ぐことにしました。床をすべて剥ぐと見えてきたのは大量のホコリ。長い年月をかけてホコリが溜まっていたのでしょうか。今までに見たことない量が溜まっていました。ある程度の掃除が完了しましたが、大量に舞う粉塵、粉雪みたいに降ってます。そんな中、まずは厚さ5ミリの板を張っていきます。板を張ったらその上にフローリング。貼る前のフローリングを初めて見たんですが、端の方がそれぞれオスとメスになっていて、組み合わせるような感じになってるんですね。そのまま床に打ち込めばいいのかと思っていたので、すごくいい経験になりました。端っこになるにつれて作業がすごくやりにくい。端の方は凹凸をどうやって合わせればいいのかとなりましたが、ハンマーで強引に打ち込むことになんとかすっぽりはまってくれました。床の前面にフローリングを貼った効果もあり、見てください。最初と比べるとだいぶ部屋っぽくなってきました。フローリングも貼り終わり、ついに漆喰作業に入ります。実はこの作業を一番楽しみにしていました。漆喰はこの2つを使用。下塗り用と仕上げ用があることも知りませんでした。人生で初めてする漆喰作業、どうなるのか。いろんな動画を見てイメトレだけは完璧にできているつもりですが、これまた伝わりにくいんですが、なんだよこれ、難しすぎる。土壁だからというのもあるかもしれませんが、全く綺麗に塗れません。おかしいな。動画の人はすごく綺麗に塗れていたのに。でも今塗っているのは下塗り用。ということで、とりあえず大雑把に塗っていきます。これを乾かしてその上から仕上げ用を塗るみたいですよ。石膏ボードには比較的綺麗に塗れました。やっぱり土壁の上に塗るのは難しいのかな。下塗りが完了したら一度マスキングを剥がして乾燥させます。1日乾燥させるとこの通り壁っぽくなりました。この上に仕上げ用の漆喰を塗っていくとのことです。この作業実はすごく時間がかかったのですが、白の上に白を塗っているので動画的に全然変化がないんです。大幅にカットしましたが、丸2日かかった大変な作業でした。
断熱材や壁を張って隙間風もなくなりましたが、やはりエアコンは必須。ということで、寒かった屋根裏にもついにエアコンの導入が決定しました。そしてある問題が、室外機をどこにつけるか問題。ホースの長さなど問題があり、いろいろ考えた結果、何とも説明しにくい場所ですが、屋根の上につけることにしました。ホースの長さなど考えた結果、この場所がベストポジションということでした。そして取り付け作業が終わり、ついにエアコンを始動させてみたいと思います。よかった。なんとか起動しました。初めてエアコンを取り付けたので起動するか不安でしたが、うまくいったようでよかったです。そして部屋には絶対必要なコンセントも設置。パソコンなど置きたいと考えていたので、なるべく多めにコンセントを設置します。配線が丸見えだと少しダサい。ということで、天井や柱をうまく這わせてなんとか隠しました。今まで電気が通っていなかった部屋ですが、照明により明るくなりました。日中も真っ暗だったのが嘘みたいです。階段側には壁を作って設置。壁を作った理由は単純に階段が丸出しでなんか落ちそうな気がしたから。ここまで来たら漆喰作業はお手の物。最初よりは慣れた手つきで進めていきます。ここからは匠の芸術的な間接照明が制作されます。なんていうことでしょう。ただ空洞だったこのスペースが和風でモダンな間接照明に生まれ変わりました。そしてついに屋根裏の完成予定日。今日はベッドとローテーブルを作ります。部屋自体がそこまで広くないので、家具は低めに作り部屋を広く見せる作戦です。近くのホームセンターで畳を買って窓際に2畳を引くことにしました。ベース2畳だけに。そして加工した 2x4 を使用してベッドフレームを組み立てていきます。ついにベッドが完成。マットレスを置いてみてもベストサイズでした。寝れるか。寝れるわ。そして作業用の机も組み立てていきます。2ヶ月の格闘の末、屋根裏秘密基地が完成。
ついに楽しい秘密基地生活が始まります。